はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月3日に日食があるんですけれども、その日食に向かって私たちに今何が起きているのか、どんな学びの渦中にいるのかというような大まかな流れを見ていきたいと思います。星の解説とタロットをさせていただきます。お願いします。またね、いつもやっている前半後半の動画も別にありますので、そちらもよかったら参考にしてください。大きな流れを理解した上で、今ここなんだなっていうふうに分かると、より一層毎日を過ごしやすくなりますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。で、今回説明したいのがこの10月3日の天秤座で起こる金環日食なんですけれども、日食っていうのは年に2回ぐらい起こるんですね。で、そんなに気にならない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、無意識に私たちっていうのはそういった宇宙のエネルギーをすごく感じていて、なんとなくだるいなとか眠いなとか調子が出ないなってなったりするんですが、それだけ外側の世界ではなく、内側でどんな気づきがあるかっていうような魂の成長っていうのかな、精神的な成長を促されている時と思うんですね。それが今ちょうど10月に向かってどういう感じかなっていうのを見たいと思ったんです。で、その説明の前にちょっと皆さんにね、考えていただきたいというか振り返っていただきたいことがあるんですけども、皆さんよくね、未来に何があるってなると、それは何が起こるんだろうという現象だけをすごく追い求めますよね。どんないいことがあるんだろうとか、どんな怖いことがあるんだろうとか。だけれども運勢っていうのは、それぞれが今までどのように自分を捉えて、この運を捉えて生きてきたかっていう、その過去の現象に応じて未来の現象っていうのも変わってくる、自分が作り出す現実っていうのも変わってくるので、ちょっと振り返っていただきたいんですけど、例えば2023年の10月に去年の10月にも実は金環日食あったんですね。ここで初めて天秤座で起こる日食がありました。で、この時に皆さんは何を考えていたでしょうか。どんなことを願っていたでしょうか。多分ですけど、その時も私は日食ですよって一生懸命言っていたような気がするんですね。で、それぞれが願うことやテーマっていうのは違うと思うんですけども、その去年の10月に願ったことっていうものがどうなったかなっていうのが、また今年の4月の日食でも何か大きく進歩したんじゃないかなと思うんです。で、この日食から日食までの間っていうのはすごくいろんな気づきがあるんですね。表面的なことではないです。内側で。内側が変化すればするほど外側の世界というのは簡単に変わったりするので、そういう意味で今年の4月9日にも皆既日食がありました。これはお羊座で起こる皆既日食だったんですね。ですから中には去年の10月に願ったこと、意図したこと、頑張ろうと思ったことが今年の4月にきっかけがあったよとか、現実に起きましたよとか、もしくは4月に新しく始めますみたいな、とにかく新しく始めるっていうエネルギーがすごく強かったので、そこで何か行動を起こしたよっていう方は、この4月5月6月のこの流れのウェーブに乗っていろんなことを体験できたんじゃないかなと思うんですね。で、もし何にもなかったですっていう方も全然心配しないでいいんですよ。外側の世界何もなくても、内側で自分がどのようなことに気づいたかっていうのがとっても大事なので、例えばすごくいい映画を見てものすごい感化されましたみたいな、そういうのもすごく大きな気づきですし、たまたまその時出会ったその人の言葉に感銘を受けましたとか、はっと気がつきましたということもあったりするので、何かね、去年の10月そして今年の4月っていうものを踏まえた上で、じゃあ今年の10月は何だろうっていう、今ここですよね。そこをちょっとね見ていきたいと思います。で、先にちょっと共通のね星のお話をさせていただきたいんですけども、もう8月も中旬ですが、8月のテーマっていうのは自分の個性とかね、喜びをもう一度再確認しましょうねっていうことで、私って何だろうと、私が求めてるのは何だろうみたいに思う方も多いんじゃないかと思うんですね。そして9月に入るとちょっと星の動きがですね、天体が結構逆行する天体が多かったりとか、また9月18日には月食もありますので、結構9月からね風向き変わるなみたいな感じがあります。ですので、もし今何かもがいてるとか、頑張ってるのに進んでないっていう風に感じる方がいらっしゃったら、9月に入ったら風向き変わるので、急にふっと楽になったりとか、何かまた気づきがあったりっていうのが起こりやすいかなと思います。
ただ結構この今年の4月そして今年の10月にかけてのこの日食のテーマっていうのは結構ね人間関係に影響している人が多いだろうなっていうふうに思うので、人を通して私たちって気づきが多いのでね、そういう意味で関係性のなんか流れが変わってくるっていうのもあるかもしれません。でその時に注意していただきたいのは、自分が役割を演じすぎないっていうことかなっていうふうに思います。何かこだわっているとかこれを続けなければいけないみたいな、そういったものがいいんだと思い込んで続けると、9月って風向きが変わるよっていう時なので、もっと自由な感覚でいる方が自然といい風に流れていくだろうなというふうに思います。でも基本的にはね、人間関係の温かさを感じたりとか、自分が人に対して感じていた恐怖っていうものが取り除かれていくっていうような流れだと思います。流れはねゆっくりかもしれないんですけれど、その分穏やかになるみたいな感じかもしれないですね。そしてその次10月っていうのが本来の形に修正されていくような、覚悟が関係性を修復していくっていうふうに私は書いたんですけれども、価値観とか関係性の見直しのチャンスということで、それもね別にその目の前の今のこの関係性がっていうだけではなく、自分が物事に対してどのような視点を持っているかっていうことも含めです。それが去年の10月、そして今年の4月、そして今の現実があり、この現実1年やった現実を踏まえて10月っていうのはもう一回り大きくなるか、もっと自分にフィットした現実を作っていくっていう風になっていくか、それにはどんな関わりがあるのかっていう、すごくね個人的成長が促されています10月ね。それを踏まえた上でカードを見てみたいと思います。よろしくお願いします。ではここから蟹座さんの10月までのチャレンジを見てみたいと思います。お願いします。もうたっぷりこの動画撮る前にたっぷり切ってますので大丈夫ですのでね、切れてないと思わなくても大丈夫です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルス S、 ソードキング逆、カップ2の逆、ペンタクルス5、カップ10、吊るし人、ペンタクルスクイーンの逆、そしてソード5の逆とワンド3の逆と、オラクルはじゃん、太陽です。すごい強いですね。やっぱりこの日食から日食ってやっぱり、見えないエネルギーなんです。とても強いんですよね。で蟹座の皆さん、やっぱりこの10月の日食っていうのは結構社会とか自分の環境というところで起こるので大きいんですよね。去年の10月から結構いかがですか？何か生活すごく変わったんじゃないでしょうか。生活自体は変わってないとか、お仕事自体は変わってなくても、自分が仕事に対しての取り組み方が変わったとか、意識が変わったとか、求めるものが変わった、目標が変わったっていう方も多いんじゃないかなと思うんですね。そして、なのでこの10月に向けてすごく強い応援が来ています。強い応援です。これは安心していいよみたいな感じかな。不思議なんですけど、ちょうど今はね、何かを手放していこうとか、自分の欲っていうものが少し低くなって、今まであったものは手放していく、いらないものを削ぎ落としていくっていうタイミングなので、何かをいっぱい何かを取り入れるとか、芳醇にそれを取り入れるっていう感じではないんですけれども、どんどん削ぎ落としていく中でのすごく心地よさとか清々しさみたいなものを感じながら、これが自分の人生だとか、これが本当に自分が望む人生だみたいな、そういった自分の環境や社会というものが際立ちますね、10月ね。もしかしたら本当にこれはなくしたくないんだとか、これはなくしたらダメなんだと思っていたものを手放すことができて、本当にすっきりするのかもしれないですね。すっきりっていうとなんか単にさっぱりみたいな感じと思うかもしれないんですけど、そうではなくて、本当はそれなくしたくないって怖い恐怖があるからこそ、それを手放すことによって、その恐怖も全部なくなって、シンプルにニュートラルに自分の望む生活や望む世界、環境、世界、と同じですよね。仕事とかね、そういうのもやっていけるようになるんだなっていう感じがしました。なので10月までの流れ非常に強いので、いろいろ動くかもしれませんが、非常にこれは守られているエネルギーだと思っておいてくださいね。
そしてカードで見た時にはやはりせっかくこうね手放していく時ですけれども、人ってやっぱり何か確固たるものとか安心感とか、もちろんお金を稼ぎたいとかもそうだし、そういったものを積み上げていきたいなっていう思いがあると思います。でなんかね、家族とか環境っていうのもすごくメッセージとして来るんですね。なのでもしかしたら家族の中での何かが変わったり、家族間のこう人間関係の入れ違いみたいなものがあり、新しい形っていうものができるのかもしれないですし、非常にこう今の、蟹座さんはそれを信じられていないというか、なんか期待してはいけないみたいな、なんかそんな感じもあるかもしれません。あんまり期待せずに、収めておこうみたいな感じがあるかもしれないんですけれども、いやこの時期本当に、この時期って今だけじゃなくてですね、本当に思い返してみてください。去年の10月何を思ってたかなって思ってたことって、一瞬自分はもうそれはいいんだって言って手放したかもしれないけれども、それは決してその可能性は消えてないんだよっていうふうに言われてるんですね。そして自分が思い描いたような形ではないにしろ、何かしらの形でその10月にそのに携わることがあるよみたいな感じがするので、そこに向かっていく渦中の中で何を一番信じなきゃいけないかっていうと、自分が本当にそれを得ていいんだろうかっていうような感覚みたいですね。なぜでしょうか。それは本当に自分はそれを求めていいんだろうか。これをなんか自分が手にしてしまったり、それを求めるっていうことは実はものすごく大変な生活の始まりなんじゃないかとか、もしくはその家族とか誰かに悪いって思うような、誰かの犠牲のもとに成り立つ幸せなんじゃないかっていうような思いが余計だって感じで言われています。なので本当に望んでる素直なね、純粋な気持ちを思い出してくださいね。これを望んじゃいけないんだって思う理由は何なんだろうか、それも全部取り除くっていう感じで、そうすることによって要するになんかこれはこうあるべきとか、これはこうすべきみたいな、そういう正論っていうものがこの時期通用しないって感じがするんですね。正論が人を救うわけじゃないですよね。全然法律が人を救うわけじゃないですよね。法ではこう決まってますとか、正しい道はこうですって決まってるけど、人の優しさだったりとか思いやりだったりとか温かさに人は救われますよね。なので自分の中にある正しさとかこうあるべきなんだっていう思いではなく、そういう思いちょっと置いといて、本当に今自分に与えられてるチャンスって何なんだろうとか、本当の自分の喜びって何なんだろうっていうところを思い出していただくと、それすぐ入るって感じがするんです。もう10月までに来るみたいな感じもあり、ただそれを自分がどう手ごねいて納得して自分に定着させるかっていうところの学びがある感じがします。なのでチャンスは全然ある。ただチャンスあるんだけど、それを自分が手にしていいのか、これはどうなのかっていう迷いがすごくありますね。その時のポイントっていうのが、自分が純粋に願っていたことって何だろうみたいな、そこにいろんな条件とか情報とか入ってくると、いやこれはこうだしな、あれはこうだしなって思い始めますけれども、本当のシンプルな真の願いは何なんだろうっていうところですね。その願いに関しては十分に、受け取る価値がある。でも何か受け取ることを拒否してる感じがあるんですよね。なのでちょっとそれまた細かいね2週間ずつの方で見ていこうと思うんですが、それをやるのは相当大変だと自分で思い込んでいるのか、それを手にすることによって他者から批判されると思っているのか。でもカードが言ってるのは、自分の未来なんだから自分の好きなように思い描いたらいいんですよって感じで言われているんですけれども、いかがでしょうか。自分の人生ですからね。はい、そんな感じです今回は。これはあくまでも10月までのチャレンジですから、チャレンジとか気づきっていうのは非常に実は難しいことだったりするんですね。はいはいって言ってすぐできることじゃなくて、ちょっと葛藤がある。でもそっちに向かいましょうみたいなテーマなので、まさにぴったりなんじゃないかと思いますよ。本当の喜び、本当の自分が望むものに忠実にいるっていうのがいいと思います。具体的にはね、そんなにすぐに動けないんです。すぐになんかチャンスが来たり、これってそういうことみたいないい話来そうなんですけれども、それにすぐ乗れない自分っていうのがいて、なんか戸惑ってるんですよね。なのでその戸惑いとか葛藤の中でご自身が覚悟できるかどうかっていうのを試されているっていう感じです。その時のメッセージが
めちゃくちゃ強いエネルギーなんですよ。これは全てを包み込む光で見守ってるよっていうふうに言われているので、それは誰からのメッセージなんでしょうか。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。またね、よかったらいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。もうまたすぐに次の2週間のやつが出ますので、そちらもご覧ください。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。